今も探している。どこから配信してんだ。焦点が合ってない。生卵の黄身が2つ割れてるような状態で大陸関係ない。こんな表情あったっけ。マーゴの本当の声、正しくないが口癖なのか、意見の対立なのか、それは正しいのか。独り言だろ。まだ絵を描いてる。どれから寝ていたんだ。私はココを探す。ココを探しに行くとしてるんだな。私は小さくうなずいた。ココを信用したわけじゃないが、魔女を殺す薬の話が本当なら気になる。探しに行こう。手早く着替えを済ませて、私はココを探すべくシャワールームを後にした。ココちゃん、どこにいるのかな。わからない。だから探すんだ。とはいえ、むやみに探したところで時間を無駄にしてしまう。ひとまず牢屋敷の部屋を順に回ってみるのがいいだろう。ノア、こっちだ。行こう。あ、ヒロちゃん待って。食堂、娯楽室、図書室、ラウンジ、各部屋をくまなく探してみたが、ココの姿はどこにもない。ココちゃん、いないね。どこに隠れているんだ。まったく。ココちゃん、どこ？今も探しているんだ。ココさん、返事をしてください。出てきなさいですわ。他の面々もココを探しているらしい。牢屋敷内にはココを呼ぶ声がそこかしこから聞こえてきた。どうしてそこまで徹底して隠れる必要があるんだ。こちらはただ魔女を殺す薬について聞きたいだけなのに、こんなに手間取ることになるとは。ココちゃん、かくれんぼ上手なんだね。楽しそうなノアを放って、まだ探していない官房の方へ足を向ける。どこから配信してんだ。下じゃない。ココの部屋はこっちだったな。なんでトラウマ発動してないんだろうね。声をかけようとした時、官房の格子戸が勢いよく開いた。ココちゃん、みーけ。やべ。あ、おい、待て。官房内で配信してたの。目が合った途端、ココが駆け出す。私は慌ててその背を追いかけた。どこに行った。途中までは置いていたはずなのに、あっという間に見失ってしまった。逃げ足が速いな。ヒロちゃん、待ってノアが追いつくのを待って、私は再びココの姿を探し始めた。見つからない。一体どこに隠れたんだ。ウンディーネの間。ヒロちゃん、ノアお絵かきしたい。飽きた。お絵かきはココを見つけてからだ。でも、全然見つからないよ。なら、休んでる暇はないな。再度下から順に牢屋敷内を回ろうと歩き出したその時。ココちゃん、ねえ、どうしたの？ココさん、落ち着いてください。何してる？なんですの？なんなんですそれでキム飲もうとしてない。何の騒ぎだ。怯えと焦りを含んだ声が聞こえて私は走り出した。一体何事だ。ヒロちゃん。あ、目分かれてない。あれはどういうことだ。飲んだ？結晶化するんじゃない？怯え切ったエマたちの向こうに、そこには沢渡ココが立っていた。しかし様子がおかしい。ココちゃん？追い詰めてもいないのに勝手にやらかした。私、忘れてたんだ。かくれんぼ、ダメだって。勝手にトラウマ発動した。追いかけたらこうなるんだ。独り言をつぶやきながらココはふらふらとこちらに向かってくる。ダメだった。隠れたら、ダメだったのに。一回でも隠れたらこうなる。もしかして魔女化が進んでるのか。思わずこぼれたつぶやきにその場の全員が息を飲む。このままじゃ魔女化が進めば殺人衝動が高まる。このままここにいればどうなるか考えるまでもない。逃げるぞ。ねえ、逃げないで。逃げないでよ。なんで目二つあるの？上向いてる目だけを残したらまだ普通に見える。下の目だけ残したら焦点が合ってない。追いかけたくなっちゃうじゃん。生卵の黄身が2つ割れてるような状態じゃない。私たちが階段を駆け上がるのと同時にこの狂気じみた笑い声が響いた。ヒロちゃん、どこに逃げたら。そんなの。ノアの問いかけに思わず怒鳴り返してしまいそうになったその時。ペリー誰にやられてるの？苦しげにうめく声が聞こえて私たちは恐る恐る振り返る。捕まえた。大陸関係ない。いつの間にか追いついていたのか、人としての理性を手放したココがシェリーの首を締め上げていた。ココちゃん、やめて。シェリーちゃんを離して。離す？せっかく捕まえたのに。今の懇願も虚しく、玄関ホールに骨が折れるような嫌な音が響いた。理性ないね。動かなくなったシェリーの体が糸の切れた人形のように崩れ落ちる。壊れちゃった。なんで片目だけおかしい？この視線が次の獲物を探すようにこちらを向いたその瞬間、魔女の手、魔女になり得る存在なんだ。その場の全員が肩々に走り出した。まざまざと見せつけられた残酷な光景に、太刀打ちできない圧倒的な力に、本能的な恐怖が込み上げる。ヒロちゃん、待って。ノア、早く来い。ノアのこの表情初めて見たな。こんな表情あったっけ？伸ばされた手を思わず掴んで、私は全速力で駆け出した。
ここならしばらくは大丈夫だろ図書室なら万が一見つかっても本棚を使えば逃げおおせる確率が高い。ノアたちどうなるのかな。それは。さすがに不安なのか、ノアが声を震わせる。けれど、かける言葉が見つからなかった。それからどれくらいの時間が経っただろう。図書室の扉が開く音がして、私たちは身を隠した。誰かいるかな。あてし探すのは得意なんだよね。もういいか近づく足音は着実にこちらに向かってくる。このままじゃ私たちは殺される。私は隣で震えるノアの手を引いて立ち上がると、そのまま静かに本棚と本棚の間を移動し始めた。よし、このまま出られれば。嫌な音とともに繋がれていたノアの手から力が抜けていく。ノア。ヒロちゃん見つけた。見つかるのが、いつの間にか接近していたのか、真後ろにココが立っていた。なんか BGM に声入ってる。異様なほどに伸びた爪がノアの体を貫いているのが見える。そこから赤い蝶が溢れるように次々飛び立っていく。もう赤い蝶の魔法を発動したの。ノア、どうして。早くだ。気づかれてはいなかったはずだ。違うわ。マーゴが怪我した時にか。こちらは足音も立てていなかった。姿だって見られていない。それなのに。そうか。千里眼。千里が発動したらもう見られていなくても場所がわかるのか。ここの魔法は千里眼。彼女を見るものを彼女も見ることができる。その魔法が魔女化で強化され、ここを見なくても全て見渡せるのだとしたら最強だな。考えただけでゾッと背筋が凍る。魔女の体持ってたら場所を終えるの最強だな。逃げないと。逃げられないな。どこへ逃げてももはやここから隠れることができない。それでもとにかく距離を取るように慎重に後退する。逃げるならここがノアに気を取られてる今しかない。看守何してるんだ。他に残っているものと交流しよう。思い切って廊下に飛び出した私はそこに広がる光景に唖然とした。全員死んでる。これは。場を満たすように飛び交うのは真っ赤な蝶。そして鼻をつく血生臭い匂い。神秘的でいて絶望的な光景に私はもう動くことができなかった。運営はこれ放置してるの。そんな私の耳に重い足音が届いた。その音に振り返ればにやりと笑ったココが私を見下ろしていた。最後の一人捕まえた。振り下ろされた鋭い爪が私の体を貫く。すぐ終わっちゃった。激しい暑さに似た痛みが全身を襲う。意識が薄れる。でも戻るんじゃないの。死に戻り。次は失敗しない。次こそは必ず。2回と拾ってったら問題ないの。ガチの死に戻り。ココを探さない。首を横に振った。沢渡ココは信用ならない。放っておけばいい。魔女を殺す薬の話が本当だったとしても、多くの情報は引き出せないだろう。思わせぶりなことを言って目立ちたかっただけのようにも見えた。とにかく今はシャワーだ。さっさと洗うぞノア。かくれんぼを始めたらダメなんだね。また1日が経過した。これで気分の情報についてメモする。日々は温当に過ぎていき、牢屋敷の衛生環境の悪さを除けば、特にトラブルは起きていない。さて、このまま正しく何もないことを祈るが。私は粗末なベッドから起き上がり、目をこする。胸騒ぎはどこか少しずつ私の中で強まっている。こんな場所で何も起こらない日々がしばらく続くことがかえって異様なのか。ヒロちゃんおはよう。おはよう。先に起きていた様子のエマにすげなく挨拶を返す。挨拶は礼儀だから返すものの、私のストレスの元といえば同室のエマか。そう思った直後だった。誰の声？聞こえてきた叫び声に、私はとっさにベッドから飛び降りた。今の声は。わかんない。あんな声をした子いたっけ？本当に誰の声？私たちの中で声をほぼ聞かせていない少女となれば彼女しかいない。マーゴの本当の声。今までのマーゴの声は誰かの声だった。名を出すってことは危機的状況なのか。いずれにせよ隣だ。私たちは夏目アーンと城ヶ崎ノアの部屋へ出した。夏目アーンの声なのか。そんなに声を出さないから、城ヶ崎ノア同じ運命辿ってない。現地には私とエマ、そしてレイヤーが駆けつけた。死んだわけじゃないか。また死んだのかって思わせといて生きてる。どうやら他のメンバーはすでに地下にいなかったようだ。ヒロ君、聞こえたかい？当然だ。たどり着いた先で目にした光景に、私は思わず目を見張った。どういうことだこれは。ノア。真っ白。部屋に立ち入るのはためらわれた。室内が真っ白に塗りたくられていたからだ。壁も床も余すところなく白で覆われていた。魔女化が進行した？でも城ヶ崎ノアのバッドエンドに全員が消えたってのはあるけど、絵を描けないことにストレスを抱いた。一晩でこれを成し遂げられるのは間違いなくノアの魔法の仕業だろう。あ、ヒロちゃんだ。見て見て。これならいっぱい絵が描けるよね。ノアは無邪気にも私を見るなりに笑顔で出てくる。絵はアトリエで描く約束だろう。正しくない。正しくないが口癖なのか。でも仕方ないんだよ。夜の間はここに閉じ込められてるから我慢できなかったんだもん。拗ねたように語るノアはさも自分に正当性があるとでも言うようだ。私は頭を抱えてしまった。やはり魔女候補というのはどこか常軌を逸したところがあるのか。
声に誘われて視線を向ければ、部屋の奥のベッドでうごめく影がある。夏目アーンだ。アンアンちゃんが具合悪そう。もしかしたら塗料の匂いのせいかも。あ、そういえばさっき声が聞こえたような。隣で叫んでいたんだ。なぜ気づかない？すぐ元に戻すんだ。やだ。頭ごなしに厳しく言い放ったのが逆効果だったのか。ノアはすっかり機嫌を損ねていた。レイヤとエマがアーンを運び出し、部屋の中が空っぽになったタイミングで、足跡ついちゃったからもっと白くしちゃうもんね。あたり一面白にするのが本当にアウトなのか。あろうことか再度スプレーを室内に巻き始めた。ヒロちゃん、思わずノアの頬を叩いてしまった。ノアは呆然と私を見てから今にも泣きそうに瞳を潤ませる。ヒロちゃんなんて大嫌い。嫌いで結構だ。正しくない行為をしたノアが悪い。正しくない行為。説得力あるんです。二人とも落ち着くんだ。とにかく今はアンアン君を医務室に連れて行こう。私とノアは互いにそっぽを向く。しかし具合が悪くなったアーンを連れて行かねばならないのは確かで、私たちは医務室へ行くことになった。幸い大事には至っていないみたいだ。しばらくここで休めば落ち着くだろう。よかった。私はアーンのベッドから少し離れ、一人で立っていた。少なからずショックだった。どこかノアを監督している気分になっていたこと。そのノアに反発され、感情的になってしまったこと。せめて全員のスマホに今回の件を通知し、深いため息をついた。アンアンちゃん、ごめんなさい。ノアはようやく事態に気づき、反省したらしい。しおれた様子でアーンのベッドに張り付いている。わざとじゃなかったんだよ。でもノア、どうしても絵を描きたくて。わざとじゃなければ許されるという話じゃない。自分を抑えられないようなら絵を描くのはしばらく禁止だ。思わず口を挟んでしまっていた。するとノアがくしゃりと顔を歪め、私の方を睨んでくる。やだ、それはやだ。ノア、気をつけるもん。絶対大丈夫だから。お絵描きしてないとノア、自分がよくわかんなくなっちゃうんだもん。無意識なのか？同じことを彼女に言えるのか？私は語気を荒げながらアーンのベッドを指さした。ヒロちゃん、ちょっとだけ落ち着いて。アーンちゃんが起きちゃうよ。エマにたしなめられてしまった。通常だ。私は自分の片腕をぐっと握りしめる。ノア、反省してるもん。アンアンちゃんに悪いことしたって思ってるもん。でもなんで真っ白をスプレー吹き直したんだ？アンアンちゃんの看病はノアがやる。元気になるまでずっと一緒にいるから。足跡なんで消そうとした？それで済む問題だとでも？じゃあどうすればいいの？どうにもなるものか。犯した事実は取り戻せないんだ。レイヤに肩を叩かれた。まあヒロ君、反省の証にノア君が看病をすること自体は悪くない。幸いにアンアン君の状態もそこまでひどくない。その辺にしてあげられないだろうか。君たちは今一緒にいない方がいい。互いに冷静になれないようだし。喧嘩というより意見の対立だな。私たちは少し外に出て落ち着こう。エマ君も一緒に来てくれるかい？ヒロちゃん、行こう。私は二人に促され、部屋の外へと連れ出された。怒っていても仕方ないことは頭では分かっている。私のせいだ。部屋を出る直前、静かに呟いていた。ヒロ君のそういう責任感が強いところ、私は素敵だと思うよ。それに私も正直少し腹が立ったんだ。君が怒ってくれたから冷静になれたんだよ。守らないとって思っちゃうんだよね。自分よりも怒った奴がいたら冷静になるか。レイヤーは共犯者を見つけたかのように私に微笑みを送ってきたが、笑い返すことなんてできなかった。私とノアの一件はすぐに少女たち全員の知るところとなった。当然だ。全員に連絡を送ったのは私なのだから。ヒロさんがあなた、何してらっしゃいますの？掃除だ。私はラウンジにある謎の装飾品を磨き続けていた。一心不乱に。昔からこの癖は抜けないな。何かあるとすぐに掃除に走る。何かしている間は忘れるから。それが集中だもんね。正しさを、規則を、リズムを、健全さを取り戻したい。徹底して室内をきれいにしていっても、どうしても先のノアとのやりとりが胸に引っかかっている。嫌われたな。構うものか。落ち込むなど私らしくない。やられるのは嫌なのか？ヒロさん、大丈夫ですよ。掃除なら看守さんがやってくれます。なのになんでエヴァのこと嫌ってるんだ？それは正しいのか？そんなことは知っている。私は磨く力を込めながら、シェリーの方を振り返るなどに返事した。せっかくの自由時間ですし、私と探索をしませんか？断る。はあ。シェリーは笑顔のまま、私の行動が理解できないといったポカンとした様子だ。空き瓶がある。
これは乾かしているのか？暖炉の前に空き瓶が置いてあったが、それは前にメルルが持っていた睡眠薬の瓶だった。中身が空なので、洗って乾かしてあるのだと推測できる。これはこのまま置いておいた方が良さそうだ。ところでヒロさん、昨日も図書室を調べて文字の解読を試みていたんです。人の話を聞いているのか？間もなくどさっと重量化の音がした。見るとどうやらシェリーが怪力で図書室から持ち出してきた大量の本をラウンジの机に積んだようだった。古い本らしく山がバラバラと崩れ、埃が立つ。せっかく掃除したそばから。シェリーは構わずムムムとうねりながら手帳と本を照らし合わせ始める。こうなったらしばらくこの部屋の掃除は無理か。諦めて別室から取り掛かるべく、私は部屋の出入り口まで歩みを始めた。こんな場所で読書するんだな。あれから少し考えたの。部屋を出たところで不意に話しかけられた。独り言だろ。先に言ってるな。挨拶ないよね。見るとナノカが壁に寄りかかって立っている。私はあなたとは手を組まない。けれど、どうやらあなたには力がある。力？あ何の力？なたなら変えられるかもしれない。なんとなくそう思ったの。一つ確認しておきたいのだけど、君の原子は未来も見えるのか？ナノカは少しためらった後、首を横に振った。私の原子は主に対象や物の過去を見るものよ。けれど未来が見えることも稀にある。その見た未来がどうせ死ぬっていう発言か。何度も触れ合ってきた相手なら未来を見たことも。首に仕掛けて、ナノカは辛そうに目を伏せた。何度も触れ合ってきた身内か？あなたから何か感じ取るものがあるのかもしれない。私から魔力のようなものか？もしかして魔女化の影響で？私は少しの間思考にふける。それから顔を上げ、ナノカを見つめた。君は魔女化について知っていることはあるか？ナノカは以前、牢屋敷について多くの情報を得ていると言っていた。今の私は魔女化について少しでも多くの情報を得たい。すがるような気持ちで問いただすと、ナノカは再び辛そうな顔になる。詳しくはないけれど、慣れ果てになるまで個人差があったり状況によって変わることは知っているわ。心の傷を深くえぐられるようなきっかけがあれば一気に魔女化は進むけれど、ただストレスを溜めているだけなら長く理性は保てるはず。心の強さ次第というところね。そうか。どこかほっとしていた。一度は衝動に飲まれてしまいそうになったが、今は抑えて理性的でいられるという。私は乗り越えたのだと確信する。心の強さ次第ならこの先私が魔女になることはない。乗り越えたってこと。私が心に固く誓っているうち、気づけばナノカはいなくなっていた。その日の午後、私は地下にて各少女の部屋の様子を巡回しながら点検していた。格子戸を開いて中を覗き、各部屋に変化がないかを確認する。めちゃくちゃ情報を集めてるな。665黒部なのか。664宝生マーゴ。友人番号まで記録してるのか。不在の部屋に変わり映えはなく、どのローも同じような構造だ。湿度が高く、薄暗く、ベッドなどの家具は硬く、据えた匂いがする。毎日数度にわたっての見回りは、他の少女たちに快く思われていなかった。だが、イレギュラーが多いこの牢屋敷では、少しでも規律が必要だ。状況に変化がないか警備するという意味でも、確認の意味はある。隣の部屋の前へと行き、一瞬中を覗くのをためらった。661城ヶ崎ノア。まだ絵を描いてるの？白く塗られたままの室内には誰の姿もない。ああ、もう避難してそうだな。まだ乾いていない塗料の刺激臭が鼻をついた。毎日描いてるのか？アンアンは回復し、ノアと一緒にアトリエに行ったのを見かけた。あの二人は、あれで仲はいいのかもしれない。私が一人で大げさに騒ぎ立てただけか。そんなに仲は悪くないんだね。二人を見かけたとき、ノアとの間に生じてしまった溝が気になって声がかけられなかった。もう戻れないか。悪環境ながらも整然とした牢の中で異質な白に塗りつぶされているこの部屋に入り、私は自身の手のひらを見つめた。塗料ついた？後悔なんて、私らしくもない。後悔？塗料ついた？トラウマ？何か見てる？紡いだ直後、不意にズワリと背筋が泡立つ。音もなく誰かが背後に立っている気配があって振り返る間もなく、殺された？あーんか。鋭い衝撃とともに視界が揺れた。疲れた？殴られた。誰？激しい痛みで目の前が真っ暗になって体の自由が利かない。これはバッドエンドじゃないんだよね。膝から崩れ落ちて、やがて部屋の冷たい床に頬が落ちた。痛かったですよね。エマか。エマの中に入ってる月代雪。でもなんで幼馴染じゃないのか？でも申し訳ないんですけど、あなたには死んでもらわないといけないんです。死に戻りは1日までしか戻れないから。でもこいつがわかるわけないよな。この声は。歪む意識の中で記憶から声を探り当てる。正確な答えを出す前に私の意識は闇へと落ちていった。月代ゆき。彼女は他の人とは違った。まるで世界に実在できる居場所がないかのような、空気が形を持ったような存在だった。触れた箇所から消えていってしまいそうな儚さ。示唆に富んだ眼差し、悲しみも喜びも感じさせない佇まい。そして世界から嫌われていた。人と違うというのはある意味正しくない存在だ。だから私は引き寄せられたのかもしれない。
人目にさらされれば迫害される。だから自然と私たちの集合場所は誰の目にもつかない学校の屋上だった。そして私は告げたんだ。君のことは私が守る。私が声をかけても、ユキの目はどこか遠くを見ているか、もう一人の友人に注がれていた。だから託した。もう一人の友人に託したのに、守りたかった相手が死んだから嫌いってこと。これは続きか？なんてこと。何かに追われる音と少女たちの阿鼻共感によって唐突に古い夢が途切れた。どれくらい気を失っていたのか、急速に私の意識が浮上する。この間に殺人が起きたの。どれくらい寝ていたんだ。普通バレるよな。多分時間はそんな経ってない。管理チェックが入る前に起きたよな。殺人起こしたよな。死に戻りさせないために。一体何か。うずく頭部を押さえながら、私は地面に肘を立てるがすぐ立ち上がれない。しっかりして、ヒロちゃん。いや、違う。この悲鳴はヒロを見つけたからか。マーゴが支えてくれて視界がはっきりしないまま部屋から出た。ぼやけた視界が少しずつはっきりとしてくる。今一度状況確認のために部屋の様子を振り返った。待って、部屋に死体あったりする。これ、上画好きなのか？メルル死んでる。しかも剣だ。マジで黒幕死んだんだけど、足当たる。全く違う時間が起きた。魔女殺されたんだけど、まず死因はトレデキメだと思う。剣で刺された？魔法でも殺せるな。いや、わかんない。何が起きてんだ？じゃあ、もう乗っ取られた？今が黒幕になったのか。月白ユキ。なんでこのタイミング覚醒した？前回なんで覚醒しなかったんだ？今やばいだろ。私は目を見開いた。純白の部屋に血だまりができている。その血だまりの赤は鮮やかな蝶の絵になっていた。倒れ伏す白い少女を中心に、白い少女の体にはたくさんの赤い蝶が群がっている。白を汚す赤の群れは確実に命の終わりを告げる冷たさをはらんでいた。しかも剣出てるしな。剣も回収してる。あの部屋関係してるの？絶命していた私を襲ったはずの神メルル本人が。二階堂ヒロを襲ったのは神メルルなのか？メルルの死体が見つかってすぐ、スマホに極長からのメッセージが届いた。知らせが入りました。痛ましい殺人事件が発生したようですね。極長どんな気分なんだ？しかも運営されてるし、一体どういうことなのか。ともかく皆さん今すぐラウンジに集合してください。従わなければ干渉が劣行しちゃうので。いや待てよ。メルルって過去に処刑とかもされてるから、これで死んでないと思うな。いやでもどうなんだ？今回はこれで幕を引くんじゃない？いろいろ可能性あるよな。私たちは混乱しながらも、現れた監視に従うほかなく、ラウンジにはメルル以外の少女12人全員が集まってきた。明らかに殺されたとわかる死体など、初めて目にしただろう。もちろん私も初めて見た。一様に彼女らは青ざめている。本当に起きましたね。殺人事件。約1秒を除き、いつも通りだな。ある者は涙し、ある者は吐き気をこらえ、ある者は小さな悲鳴を上げ続けていた。その彼女らの私を見る目は明らかに変わってしまっていた。犯人だと思われてる。被害者なのに、まるで殺人者を見るかのような、恐怖の色を宿した眼差し。なんだその目は。正しくない？あまりの居心地の悪さに彼女らは怒鳴りつけたくなる。しかし未だ混乱の最中ではあるものの、なんとなく状況はつかめてきた。私は死体のあった部屋に倒れていた。しかも白い塗料と返り血で汚れ、凄惨な状態だ。返り血で汚れ？今私が何かを言ったところでただ恐怖を深めるだけだ。私は後頭部を殴られて先ほどまで混沌していたのだ。自身の股を忌まわしい血の匂いのせいで頭痛と吐き気が止まない。心底最悪な気分だった。今は静観するしか。羽ばたき音が聞こえて私たちの空気がより緊張で張り詰める。殺人事件起きちゃいましたね。今夜魔女裁判を開廷します。今いる囚人の中から必ず殺人犯を特定してください。その者は魔女として処刑するので、普通に業務してるな。やすやすと死なない魔女の活動を確実に沈黙させる方法での処刑です。かなりひどいこととかしちゃうので。また囚人全員への告知ですが、特定ができなかった場合は全員処刑とします。現れた極長が淡々と説明していったことに彼女らは騒ぎ出した。全員処刑なんてめちゃくちゃですわ。おいふざけんな鳥。振り呼ばわりする。一方で極長はまた困惑しているかのように首をかしげている。私は主に命令され決められていることをお伝えしているだけなので。その主が死んでるんだよ。ただその当人である主が殺されてしまい、私もどうしたものかと驚いています。主だったことを言うの？黒幕って言ってるようなもんだぞ。じゃあ何のために動いてるの？ざわめきが一層膨らんだ。神メルルが国長に命令を下していた。状況が飲み込めない中、ナノカが一歩前へ出てくる。牢屋敷の管理者側、つまり裏で糸を引いていた黒幕の魔女は氷上メルルだったということ。そういうことになりますかね。そうだったの。これで最後じゃん。氷上メルル、あんな優しげに振る舞っておきながら魔女だったのか。どう思えばいいのか正直わからなかった。メルルとは何度か言葉を交わしたが、それほど親しく接したわけではない。それでも殺された姿が脳裏にちらつき、悪だと聞いてもなお胸がきしむように痛んでくる。こんな短期間でも情は感じるものか。メルル様がいなくなっても牢屋敷の取り決めが消えたわけではないので、
これまで通り運営していくしかないですね。タイマーは死んでも生き返るよね。だいたいよく考えたら、ここを取り仕切っているのはほぼ私なんです。メルル様がいなくても成り立ちますね。メルルがいなくても継続できるのか？なんなら取り使いの荒い上司が消えてやりやすくなったまでありますね。もしかしてメルルの使い魔ではないのか？大魔女の使い魔。ブツブツと何やら呟いていた極長が唐突にパッと翼を広げた。良い機会です。前々から準備していたのですが、事前投票を導入しましょう。何新しいゲーム要素出てくんの？上司が死んだから好きなようにやってない？事前投票？先に怪しいものを入れておく？ええ、捜査の前に先に投票をしてもらい、一番疑わしき囚人を拘束します。あ、ひどくない？それ議論に参加できるの？そうすれば捜査中に犯人による不正も行われないでしょうし、特定がしやすくなるんじゃないかと。つまり裁判がさっさと終わる。どれだけ大魔女探したいんだ？回転率上げようとしてない？正確性に欠けるだろう。不正も行われない。そのシステムを利用されたらどうするんだ？魔女を特定できなくなって一気に処刑になっちゃうぞ。さっさと終わらせたいのね。まあ気持ちはわからなくもないわ。上司いなくなってさっさと終わらせたい。それでは皆さん、自身のスマホで一番疑わしき囚人に投票してください。ちょっと待って待って。何も変わってねえじゃん。むしろ悪くなってね。操作できないよ。スマホは持ち歩いているけれど、しかしすまない。やばい、もう証拠集めできない。戸惑いながらも少女たちはスマホを取り出した。私はそれを眺めながら呆然と立ち尽くすしかなかった。事前投票なんてしたらどう考えたって。ラウンジのモニターがついたかと思うと、直後に間抜けなファンファーレ音が鳴り響いた。そして画面に映し出されていたのは、圧倒的多数の投票により二階堂ヒロさんに決定しました。あなたを魔女裁判改定まで拘束しますね。それでは皆さん、頑張って犯人を特定してください。これルール追加されてない。緊急時の場合、管理者の判断による裁判開始まで、捜査時間中に最重要容疑者を拘束することがある。このルールが今発動したの。上司が死んでるから緊急時に入るよね。このルールいつ使われるんだと思ったけど、今発動したのか。ふざけ。抗議の声は長い手をたくさん持つ看守に遮られる。私は口を塞がれた上に羽交い締めに拘束されていた。ヒロちゃん。看守の力は凄まじく、私がどれだけもがいても微動だにしない。私はその状態でこの場にいる少女全員を睨みつけた。私は選ばれたのだ。この場にいる少女たちに私が殺人者、魔女であると。いいだろう。全員敵だ。全員悪と認定。胸に芽生えかけた情のかけらはもはや消え失せた。私は看守に連行されながらただただ全員を睨み続けた。これ犯人じゃなかったら周りはどういう対応をするんだ？懲罰房に送られるのか？看守に連れられやってきたのは地下の懲罰房だった。松明の火が揺らめき続ける。どこからか1秒刻みで水の滴る音がする。3600回。おおよそ1時間か。水の音、時計なのか？どれだけ時間が経っても私の怒りは静まらない。その時古い金属のきしむ音がした。重い扉が恐る恐ると開かれたのだ。たった1時間しか操作する時間なかったの。2人の人影が見えた。中に入っていいらしい。繁忙内の調査か。塗料で服が汚れているだろうと思って着替えとタオルを持ってきたんだ。出る時に使ってくれ。この服は証拠じゃないのか？今着替えさせる必要あるか？ヒロちゃん、大丈夫？ありがとう。礼は正しく伝えるべきだろうな。捨てるわけじゃないもんね。だが大丈夫に見えるか？このまま行けば処刑を待つだけの身だ。証拠一切ないな。エマもタオルを持参してきており、私のそばに立って汚れを拭いてくる。このままじゃあんまりにひどいよ。よりにもよって桜庭エマ。だがもし誰かが来るなら、彼女だろうと想像がつくあたりやるせない。エマは唇を噛み、辛そうにうつむきながらも、私の汚れを拭っていく。じゃあ、どうしてとは、どうしてメルルを殺したのとでも聞きたいのか？疑っているようにしか聞こえなかったが。疑ってるよね。そんなこと。何に対してどうしてって言ってんの？ヒロ君、こんな思いをさせてしまってすまない。君は私が守りたかった。守る必要はない。君たちからしたら私が犯人かもしれないんだ。私は二人を順番に睨んだ。当然私からしたら君たちが犯人かもしれない。そんなことはありえない。私はあくまで可能性の話だ。私は私の無罪を裁判で証明するだけ。この事前投票とやらは残酷だな。少女たちの心に分断を招く。だがおかげではっきり覚悟ができた。私は
誰にも頼らず生き抜いてみせる。私の瞳はさぞ暗い輝きを放っているだろう。もちろん協力する道もある。事件前後の状況を説明すれば何かしらの手がかりが得られるかもしれない。だが、誰が真犯人かわからない状態では逆に犯人に情報を与える結果になりかねない。犯人は間違いなく私を陥れようとしている。なら私に接触を図ってきたこの2人が犯人という可能性も十分ある。優しさは敵だ、絆は毒だ。もう私はほだされることはない。ヒロちゃん、一人にならないで。みんなで協力すればきっと。協力？その結果がこれだ。めまいがした。エマの口から出る綺麗事が受け付けられない。エマ、特に君のことは信じられない。エマに対する当たり強いよねヒ。ロちゃん、どうして？お願いだから僕の話を聞いて。黙れ。君の顔も見たくないし声も聞きたくない。少しでも私を思う気持ちがあるならここから出ていけ。話聞いてほしいなら質問する前に言ったらどうだ。そこまでだ。私のドラに被せる形でレイヤが声を張り上げた。不可解な現象に思わず息が詰まった。声につられてレイヤを視野に入れたが最後、彼女の顔から目をそらすことができない。魔法を発動してるな。敵視したから守ろうとする。驚かせたね。これが私の魔法さ。視線の誘導を行うことができる。人々はよく言うんだ。舞台上の私から不思議と目を離せないとね。少しでも信じてもらいたいからね。ヒロ君になら明かしても構わないと思ったんだよ。魔法を見せるんだ。そこまでだ。確かに目を引いてしまうな。何してくるんだと思っちゃうよ。レイヤは優しげに笑う。解除してくれないか。要望した瞬間視線に自由が利くようになった。どうやら君たちの間には昔何かあったようだね。詳しく聞けないかい？断る。分かった。今はそっとしておいた方が良さそうだ。レイヤはそれきりエマに行こうと誘す。エマは私の剣幕にショックを受けていたようで、レイヤに促されるまま重い足取りで立ち去っていった。ヒロちゃん、また後で。扉が閉められ、再び静寂が訪れる。最悪な状況だ。しかし本当に私がやっていないと言えるのか。脳裏によぎったのは自身の暴走した姿。正気を失って私はもしかしてメルルをこのまま処刑されるくらいなら死んでやり直すのも。いやでも剣どっから持ってきたんだよ。だが次の瞬間、はっと我に返る。自殺？私が身の毛がよだつような危機感を全身を駆けめる。死ぬのか？自分で死んで発動する？何を考えている。自殺だけはありえない。友達の命を奪った忌まわしい方法など取らない。二つがトラウマか？私はメルルを殺していない。決して。牢屋敷の隅々まで届くような深く響く鐘の音を何度も聞いた。1時間どころか何時間か操作してるような。この音は。長時間の拘束により消耗しきった私は重い頭をゆっくりと持ち上げた。魔女裁判の改定を知らせるものだと直感した。そしてすぐに懲罰棒に看守が現れ、私は何一つ自由も情報も与えられないまま再び連行されていった。全く共有されない状態で始まるの。犯人として拘束された側は不利すぎないか？裁判所に連れられていき、私は証言台のようなところに立たされて、ようやく拘束が解かれた。ぐるりと並ぶ証言台には、すでに11名の少女たちが揃っている。ここが裁判所か。また人数増えたな。戻ってきたな。出入り口の大扉の前に監視が立つ。やがて手すりの上に詰まっている獄長が喋り始めた。まずは魔女裁判のルールについて説明しますね。言いたな。1時間の議論の後、犯人と思われる人物に各自の端末で投票してもらいます。投票で魔女に決められた人物は中央の台座へと連行、処刑執行になる感じです。少女たちの私を見る目は変わらず、疑惑と恐怖に満ちている。状況が圧倒的不利なのは変わらずか。そして私もまた変わらず憎悪を抱いていた。少女たちを順に睨みつけていく。この中に忌まわしき魔女がいる。絶対に特定してやる。私を貶めたこと後悔するがいい。それでは魔女裁判開廷です。始まる。久しぶりのゲーム始まる。それじゃあ始めようか。メルル君を殺した犯人、魔女を決める裁判を。二階堂ヒロ、一番左にいるのか。最初空席だったもんな。しかもレイヤが仕切ってるな。なんか新鮮だな。最初誰が声かけてたっけ？メルル何者かに殺害されたのか。いや無理です。推理できません。